Java の入り口、メインクラスとメインメソッドの設定を行います。まず Java プロジェクトで生成されたプロジェクトの名前の下に新規でその他の中 Java のクラスで次をクリックし、名前はメイン。これはもう数学の公式みたいなものなんで、パブリックとパブリックステイティックボイドメイン。この2つだけ選択すれば完了しますと、こういうふうにメインクラスの中にクラスメインでメインメソッド。これが Java の始まりになります。ここでコンソールに何か結果を表示するサンプルを簡単に作ります。コンソールに結果を出すためにシステムにポチを押すと予備群が出ておりますので、ここで選択してもいいです。これがどういう風になるか。これで実行してみますね。で、実行してみると、こういう風にコンソールで Java メインという風に表示されました。で、これをコピーして実行してみると、Java メイン。で、コーディングを2行にしたのに、結果は1行になっています。ちょっと見にくいなんで、プリントの代わりにプリント ln にしておきますね。これで実行してみると、結果が2行目になりました。ということは、プリント ln は今日の開業を行っているのを確認できます。それから、一番簡単なもので、まずコメントとセミコロンというところを見ていきます。これが要するにコメントです。いらない、あるいは必要じゃないところをコメント化しちゃうと実行されない。で、今はちゃんとしっかり表示されました。コーディングというのをストリングの、これは後ほど勉強しますが、というストリング、P というストリング変数を定義して、それぞれにコーディング everybody のをプラスして、その結果がこういうふうにコーディング everybody というように表示されるようになりました。要するに、これにしておけば、これが複数のコーディングを、コメント化されたもので、結果が何でもない。で、文法的なエラーはないですね。で、こういうふうに1行だけ、コメントしておけばエラーに出てますね。なぜかというと、A が使われてないということになります。で、エラーになりました。で、ここを消しちゃえば、結果としては everybody のみ、表示されるようになります。で、一挙だったら、こういうふうにスラッシュスラッシュで、コマンド。複数の行をコメントしたいんであれば、こういう形でソースをコメント化いたします。コメントというのは、一行だったら、こういうふうに説明する。この変数のところを説明するところ。で、複数コメントは、さっき見たように、スレッシュ明日で、明日スラッシュで、定義するというようになります。Javadoc はですね、Java プログラミング言語を使用されるドキュメンテーションツールの一つの種類ですね。Javadoc は Java のクラスとかインターフェース、メソッド、フィールドなどの要素、説明や使い方を記述するためのコメント形式を提供いたします。サンプルを見ていきますと、さっき見たように複数のコメントがになってますが、こういうふうにこのクラスユーザーのプロフィールを管理するためのものです。みたいな説明を入れておきますね。で、それから、例えばですけど、このクラスのインターフェース作成すると、新しいプロファイルが作成されます。プロフィールの情報を取得するには、getter メソッドを使っています。で、setter メソッドを使います。こういうふうに一つの何かクラスを定義するとき、このソースに関して、説明。例えば、こういうふうに、これも後ほどとりあえず Java 自体はわからなくても、こういう形式があるんであれば、このパラメータの名前がプロフィールに設定する名前、この age は設定する年齢、住所という形で、説明をこれは作るように最近なってますね。逆にこれを定義しないとコーディング規約に NG 間違いですというで厳しいチェックも行われます。
で、これは入力の説明パラメータあるところから呼び出されて実行する。もらったデータの説明。逆にリターンというところがあって、結果値を返すのところは見てわかるんだけど、リターン値としては何枚を返しますという意味になります。一番上で説明した、例えば全体的にネームとパラメータ、エイジ、アドレスの説明があったんですが、これに従って、get アドレスはプロフィール住所を取得するメソッドでリターン値は住所になります。あるいは、パラメータネームは、設定する名前。こういうふうに一つ一つ呼び出されるの変数名の、パラメータを定義、説明するになります。上で定義した年齢だったら年齢、住所だったら住所、こういうようになります。で、Java の最後にこのセミコロン。このセミコロンを必ずつけます。このセミコロンというのは、一つの命令、ステートメントの終わりを示すための記号になりまして、Java のコンパイラが正しい文の区切り、どこまでどこが一つの文章だというのを認識できるようになるために必要になります。これでソースに戻ると、こういうふうに最後にセミコロンをつけるようになります。